おーい。おー、綺麗だね。もうちょっと待ってて。うん。はい、お待たせしました。はい。はい。えらいごちそう。じゃあいいですか。はい、いただきます。いただきます。ありがとう。はい、どうぞ召し上がってください。あ、いっけね、スプーンない。はい、よいしょ。珍しい。あれしょ入れた？そう、おばちゃん好きでしょ。珍しいじゃん。久しぶりだ。ね、久しぶりだね。うん、入れる美味しいね。美味しいけど時間かかる。そう、時間かかるからあんまやんなかった。うん、まあ、また作るとき入れます。うん。美味しい。うまい。味付けぎば。うん。もうこのじゃがいもと玉ねぎとわかめの味噌汁が一番好きだわ。玉ねぎ入ってる？もちろん入ってるよ。ほら浮かんでるじゃん、たくさん。結構入ってる。お茶最初はいらないんだよね。うん。ブロッコリー柔らかいか。うん、ばあちゃんのめっちゃ柔らかくしといた。カニカマ？そう、ちょっといいカニカマ。うん、美味しいわ。ね。使った。これは柔らかくていいわ。もうこれはめっちゃ柔らかくしましたよ。結構硬いだよね。そうなんだね。ブロッコリーはいけるかと思ってたけど、前硬いって言われたから僕の方とばあちゃんの方で分けて茹でたの。あら、二度手間で悪いよ。美味しく食べてもらえればいいっすよ。そう言ってもらえるでありがたいね。めんどくさいなんて言われりゃ切ない。まあばあちゃんも昔からご飯ずっと作ってくれてたしね。ばあちゃんも当昔、たり前でやってたで。そんなにオンにしないっていいわ。僕も当たり前でやるだけだわ。ありがたい。ほら、お互い様ですね。ばあちゃんの方が期間としては圧倒的に長いからいやいや、回数は比べ物にならない。丈夫な時には病んでる時にはやってもらえ本当にありがたい。まあ楽して美味しいもの食べて元気出していきましょう。ありがとう。これお皿持ってきてないけどいいかな。いい。こっちのおかずだけでたくさん。これだけ。これだけ？マジですか。せっかく作ったら味を見るけど。って言っても味はこのタレをかけただけ。何？けやきっていう何？けやきっていうラーメン屋かなが作ってるタレ。多分ラーメン屋だと思うんだけど、味噌味のタレ。だけどなんか
焼肉とか野菜炒めとかいろんなものに合う。結構万能のタレみたいなやつかな。よく知ってるじゃん。家にあったから持ってきただけ。誰が買うか。前母さんがね買ってくれたの。でまたこれもさ、わざとだいぶ多めに作ったからさ、まあ絶対残ると思うんだけど、また明日の朝ごはんとか昼ごはんの足しにしてね。あ、うまいわこれ。本当？うん。タレがうまい。うん。うまっ。ヒロはズクを惜しまないでな。ズクを惜しまないで美味しい。これはタレがうまいの。タレかけただけこれ。本当？炒めて。どっかにティッシュあるかな。あっち。肉と野菜切って、タレかけただけ。本当？へえ。全部タレの味ですこれ。めっちゃうまいこれ。本当？いいね、簡単で。焼肉のタレあると楽。まあ一口でも食べてみて。もううますぎて一口じゃ止まらないかもしれない。ほんとタレがうまい。みんな美味しくて量があるんで食べきれないわ。あー、お茶うまい。お茶がうまいです。これ今日畑で収穫したピーマン使ってる。本当？古いのもあったでしょ。いや、ない。ない？まだピーマンがなってたからさ、もうそれ取ってきてすぐ使ったから新鮮。ナスもまだなるよね。かもね。秋夏よ嫁にくれるなって。秋夏嫁にくれるなって昔はそう。それほど美味しい。へえ。梅さんにあげるのはもったいないくらい美味しいってこと？あ、そう。美味しいならあげたらいいのに。封建的だでね。それぐらい美味しいんだね。そうらしい。秋ナス食べると毛が抜けるとも言うしね。どういうこと？知らないけど、秋には割合毛が抜けるじゃない？そうなの？毛が抜けるって言われたら秋ナス食べない方がいいのかなって思う。毛抜きたい人はあんまいないじゃん。うまい。
そんなにじゃない。これだよ、これがうまい。札幌？札幌味噌。見たことないよ。うん。最近出たのでしょ。かな。それか声優で買ったんじゃないのかな。ラーメン屋の有名なラーメン屋とミツカンっていう企業のコラボ商品だって。美味しいわ。うまいね。なんか肉も普通の細切れ肉だけど、意外と柔らかくね。そうでもない。何肉？豚の細切れ。硬い？硬いか。なんかすげえ柔らかいやつあったんだよな。これとか、なんか柔らかそうじゃない？いらない。味わいがなかなか喉に入ってかな。お肉？あ、そう。やっぱ細切れじゃ、いいお肉のようにはいかないか。使いやすいがね。まあ今日はなんか、ばあちゃん変わったこととかあった？特にない。いくらか運動っぽいことはした？スクワットみたいなことは毎日やるけど。ああ、そう言ってたね。それは痛くないんだ。午前中は結構仕事したが、午後は全然できなんだ。これでいいよ。ゆっくり行きましょう。かぼちゃ5つ袋入れて下げてった。ご近所さんにお裾分けしたんだよね。喜ばれたでしょ。大好きだってかぼちゃ。もっと早くやればよかったけど、イカレなんだで。なんだ。しょっちゅうかぼちゃ買って食べてる。それは嬉しいね、じゃあ、もらったら。うちでも助かるし。そうだね。いっぱいあって食べきれない。短期間に大量になるからさ、もっと、ね、なんていうの、収穫時期ずれればいいけど、この1週間にドンってできるからね。みんな暑さで割れちゃう、かぼちゃが。早く収穫しなきゃ。そうだね。メロンとかも割れてたもんね。えらい割れてたったよ。あれだって食べりゃ美味しいんがね。割れてるほど。割れたメロンも普通に美味しかったしね。まだもう2つ葉がなってるね。あ、ほんと？まだあるんだ。
今日は日光浴もできたかな、じゃあ。うん。できた。それはよかった。毎日コツコツ日の光浴びたりさ、カルシウム飲むことが骨の根本的な強化というか、まあ治療になるからさ。時間はかかるんだけどね。それが一番の、まあ、根本的な解決になるってさ。今、薬で止めてるだけだもんね。うん。基本的にはそうだと思う。これ明日の昼でも食べきれないかもね。そうだね。朝も昼も同じおかずだったら飽きるとかってある？飽きはない。まあじゃあいいかもね。たくさん作っとけば。そのものにもよるがね。ああ。ゆうしんくんなんてさ、一人暮らししてた時か、カレーを1週間分大量に作って、で、毎日カレー食べて、で、4日目くらいになるとちょっと酸っぱかったって言ってた。そりゃ悪くなるわ。でも酸っぱいカレーも半分くらいは食べたとか言ってた。冷蔵庫入れなんだかや。わかんない。入れたとは思うけどな。で、1週間カレー食べたら、飽きるから次の1週間はお好み焼きをずっと食べるねって。男飯だね、本当に。とにかく楽に食べるっていう。疲れてくれば楽したいですね。まあね。それでもコンビニ弁当にするとかってならないのは、すごいよね。自炊ではあるからさ。普通コンビニに飛んでっちゃうよね。そういうとこはなんか、ゆうしんくん、やっぱお金大事に使うし。経済的だ。そうそう。頑張ってるとこだよね。酸っぱいカレーはやめた方がいいけどね。当たるよ。夏な。今はそのさんがいるから安心だね。あと、ゆうしんくん兄弟で一番体丈夫だから。そのヒロの体のしんどいっていうのはどっから来るだかね。なんか自律神経がうまくバランス取れないと、人によるけどいろんな症状が現れて、そのうちの一つがだるさ。だから動きたくなくなる。動くのが大変になる。それが一番多いかな。8歳の頃から病気だったからさ。そうだよ。だから、症状は、やっぱりなんか、ずーっと一緒ではないけど、今まで。いろいろ症状に変化はあったけど、最近、今で一番あるのはだるさかな。体調悪い時に一番あるのは。定期的に行かなきゃいけないね。病院。いや、病院は昔ちゃんと行ってたんだけど、全然ダメだった。本当？じゃあ。薬が出るだけだよ。施術ならいいか。どうかね。原因がわからないじゃやりようがないよね。自律神経。自律神経ってものは治すようがないだ。どうなんでしょうね。なんか直接の薬はないと思うんだけど。僕が知らんだけなんかな。僕が今までさ、
医者行って出されたのは、夜寝れないって言ったら、睡眠導入剤出されて、まあ、体がだるいみたいな言ったら、なんかだるさを解消する薬出されてっていうだけで、結局対処療法だったからさ、対症療法だから根本をなんか治すような対処はしてもらえなかったんだよ。どっかあるわけぐらいね、根本から治すお医者様が。県外とかも行ったけどね。お母さんが一生懸命調べて連れてってくれたよ。まあ別に病気だってうまく付き合っていけばいいよ。別に病気だからって不幸だなんて思わないし。気の持ちようはやっぱあるかな。嬉しかったな。お茶ある？お茶あるよ。ストップって言って。はい。これ明日のさ。少し冷凍にしときゃ、こんなに食べられないリックラ朝とお昼でも。これ冷凍にできる？できるよ。できるの？いくらか冷凍にしないと多すぎるね。多すぎる。まあじゃあおかずのなんだバリエーションにしてください。どうしたって冷蔵庫入れなきゃ悪くなるでね。今暑いですぐ。まあそりゃそうだな。すぐ悪くなるよ。気をつけなければ食中毒。ゆうしんくんに言ってあげないとね。酸っぱいカレーは捨てろって。今はいいじゃん。今はそんなことない。そのえさんがそんなことはさせない。させたりね。そのえさんそれでもよく具合悪くなるなんだよね。そんなのを食べてて。下痢とかしなんだかよ。わかんない。でも昔、なんだっけな、食い意地張って、なんか期限切れたシュークリームをこっそり食べたらしくて、だけどそしたら下痢になったっていう、昔ね。そういう話がゆうしんくんにはありますね。ものによってはすぐ傷むものもあるでね。でもやっぱ腰の回復、骨の回復ってのはさ、やっぱ地道なもんだからさ、やっぱ1週間とかで良くなるもんじゃないからさ。そうだね。だからまあ、その間ずーっと腰のこと気にしてても、まあ精神的にもあんまりいいことないかなって思うんだよね。だって痛いね、そこら行く気しないじゃん。まあ行かなくても、例えば家でなんか好きなものを買って食べるとかできるじゃん。ここ座ってるだけで。とかさ、まあ行くのは大変でもね。なんか美味しいもの食べたり楽しいことやったら元気出るんじゃないかね。体もだけどさ、心がやられちゃうのが良くないじゃん。もう一生このままだとか、悪くなる一方だって思ったらさ、一気に、体もさ、心もダメになっちゃうから。そうだね。
やっぱ心が前向きでいられるように、なんかできることは僕もしてあげたいと思うんですよ。うん。今度また川魚でも買ってくるか、じゃあ。うん。うん。どうしてうん。美味しいもん食べたら元気出るよ。うん。それだけで幸せって思えるからね。うん。なんか悪いっていう気持ちが出ちゃうね。どうしても昔人だね。こんな風に思う必要はない。しょっちゅう甘えてるけど、それでもそういう気持ちが出ちゃう。やっぱし昔食べるの苦労したで、うん。そういう気持ちが出るんだと思う。まあね。まあでも僕もなんかしてあげたいと思うから、まあ、遠慮せず、なんだ嬉しいね。好きなものは喜んで食べてもらうのがやっぱ一番嬉しいよ、こっちとしても。ありがとう。こんな孫いないわ。みんなそう思ってるよ、うちの人は。本当？ありがたいことで、周りのみんなよくしてくれるで、老人ホーム行けなんて言う人いない。ばあちゃんが今まで家族、まあいろいろ尽くしてきてくれたしさ、やっぱ大事にしてくれたから。当たり前のことだったがね。うん。いる？うん。じゃあばあちゃんになんかそういう恩返しするのもまた当たり前のことよ。今度はそう思えなくなる。悪いっていう気持ちが自分で苦労して、昔はお金なかったで、やたらお金使わせりゃ悪いなって気持ちが先に立っちゃう。抜けないだよね、その性分が。まあ僕もそういう気持ちは多分結構わかるんだけどさ。何にもできないと本当に情けなくてさ。悪いと思うら。ただ食べてたじゃ。そう。まあ、本人はそういう風になる気持ちもあるのは、僕もすごくあったからわかるけども。でもやっぱ、僕の場合は自分がもう、ね、こんな食べて生きてるだけだったら意味ないって思ったりもしたけど、親からするとやっぱそうじゃなかったわけじゃん。そりゃそうだ。やっぱ元気で。なんとかして元気にさせたもうでね。そう、同じ気持ちですよ。ばあちゃんもね。ばあちゃんはちょっともうなんか悪いなって思う気持ちもわかるけど、まあそこは素直に甘えてもらった方が、こっちも元気出してほしいなって思うから。ありがたいことで。まあだから何食べたいですか？何かな。なくて困るね。すぐこれ食べたいってものがあればいいけど。うなぎは？うなぎだって食べたいけどさ。そんなにどうでも食べたいっていうんじゃないし。川魚は？川魚だって。この間食べたばかりし。まあね。じゃあ、くら寿司のなんか一番いいやつを持ち帰ってくるか。パックで。テイクアウトして家で食べれば座ってるだけでいいじゃんね。だって外食くらいできるだろ。車に乗ってる。まあばあちゃんが嫌じゃなければね。嫌じゃないよ。嫌というかしんどくなければ、それが一番シンプルだよね。やっぱしああいうとこで食べた方が、なんていうか。雰囲気があるよね。うち買ってきて食べるより。
やっぱ食べる場所とか状況によって感じる美味しさ違うもんね。うん。ああ、たまに河原でおにぎり食べたりするとめっちゃうまいんだよね。それは知らん。めったできないことだ。たまに。おにぎりだ転速で持ってきゃ美味しかったでな。うん。うちで食べるより。あとはなんかちょっとしたサンドイッチかおにぎりか持って行って、ね、ちょっと先だけど、紅葉とか見に行くのもいいかもしれないね。そうだね。海苔巻きのおにぎり持って。うん。外で食べるら一段と美味しいもん。うん。桜の時期だわ。はい、いただきました。お粗末様でした。今日も、ご飯はもう相変わらずしっかり食べられるね、毎日。それが元気な証ですよ。ばあちゃんは十分元気です。うん。元気だよ。うん。腰だけで、あとは元気だ。腰なんてすぐ良くなるって。ああ、うまかった。うん。ごちそうさまでした。はい、いただきました。はい。作ってもらって食べるのは美味しいわ。ああ、よかったです。自分で作るより。